ガンダムシリーズを彩る数々の主役機たち。その最後はライバルとの戦いで大破して宇宙に放棄されたり、はたまた時代を超えて運用されたりと様々です。しかし本編後の主役機の動向に関してはアニメ作品では描かれないことも多くありますが、漫画や小説、短編映像などで描かれていたりします。そこで今回は映像化されているガンダム作品の主役級の機体について、その後どうなっていったのかを見ていきたいと思います。なお、本動画は前回の動画のコメントを含め再調査したバージョン 1.6 版となります。コメントしてくださった皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは始めましょう。1、宇宙世紀。まずはじめに宇宙世紀に活躍した主役機体のその後についてです。ガンダムシリーズ原点である機動戦士ガンダムの主人公機 RX78-2 ガンダム。ガンダムは最終決戦となったアバオア空港防戦にてジオングとの熾烈な戦闘の末、ラストシューティングでジオングを撃破しますが、ガンダムも行動不能となります。しかしコアブロックシステムがかろうじて作動したことで、アムロはコアファイターでアバオア空の脱出に成功しました。こうしてガンダムは放棄されましたが、一年戦争の遥かな未来である新世紀の地球圏を舞台とした物語リング・オブ・ガンダムで登場しています。本作では人類再生の鍵となるリングとビューティメモリーを手に入れ、主人公のエイジーがアムロの遺産と呼ばれる白いガンダムを動かす姿が見られます。本機はアバオア空脱出の際に放棄されたパーツを何者かが回収し、修復してリングコロニー内に保管していたとされます。またこのガンダムはアムロの遺産と呼ばれていることから、アムロ機と同一機体と解釈することもできます。しかしそもそもコックピットがアムロのガンダムとは異なるものになっているなどの違いもある上に、本作はあくまでガンダムシリーズ生誕30周年を記念した短編アニメなので、物語全容がはっきりしていないため、その後というよりはガンダムを登場させた記念映像といった解釈の方がいいのかもしれません。宇宙世紀の歴史上、アムロが登場した RX78-2 ガンダム自体は登記されて以降他に登場していませんが、まずゲームブック機動戦士ゼータガンダムジェリド出撃命令では、アムロの戦闘能力をコピーした強化人間とその登場機としてガンダムコピータイプが登場します。なお本機は名称からしてガンダムのコピーのように思えますが、型式番号が RGM79R となっていて、中身はジム2です。漫画サイドストーリーオブゼータでは、アバオア空から脱出したシャアがノルグワ人が宇宙に漂うガンダムの上半身を発見し、これを回収しています。本作はアニメ機動戦士ゼータガンダムの流れとは異なり、シャアはティターンズにアルテイシアを人質として取られてしまっているので、ティターンズの一員として活動しています。そのためか生死の物語の時系列では、シャアがエウーゴやアナハイムエレクトロニクスと協力して100式を開発し、さらにアナハイムエレクトロニクスが100式を改良する形で100式回を開発したのに対し、本作ではバスクの手下になったシャアがティターンズが開発した100式回に乗っています。そのため生死とは異なる物語になっています。ただシャアが入手したガンダムの上半身に残されていた戦闘データはエウーゴが入手しており、ここから新型の可変モビルスーツゼータグスタフが開発されています。また漫画機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートでは、木星帝国がアムロが乗り捨てたコアファイター内に残されたアムロの戦闘データを回収し、アムロの戦闘技術を再現するバイオノート、それを搭載した試験型モビルスーツアマクサが開発されています。他に漫画機動戦士ガンダム F90 では、ガンダム F91 号機にタイプ AR というアムロを意識したプログラムが搭載されていて、敵の動きを先読みするような反応が可能ですが、アムロの戦闘データから開発したのかどうかは定かではありません。またガンダムには教育型コンピュータが搭載されていて、次世代モビルスーツ開発の礎になっていきます。ガンダムの活躍がモビルスーツ開発に与えた影響は大きく、一年戦争中にはアムロレイ専用機となる予定だったガンダム NT1 アレックスやアレックスの設計をベースとしたジムカスタムのマイナーチェンジ版となるジムクエル、そしてガンダムマーク2へとつながっていきます。さらに連邦軍の象徴としてガンダムの定義を問う存在としてジオン残党狩りを掲げるティターンズが開発した
ガンダム TR1 ヘイズルも開発されていきました。なお、横浜に展示されていた実物大の動くガンダムは、戦後横浜に集結した技術者が、ガンダムのパーツを集めて、修復・復元したものとされており、型式は RX78F00 となっています。他に、漫画、機動戦士ガンダムシード、アストレイでは、ロンギュールが共に行動する AI、ハチがいるのですが、ロウが、ハチとの出会いについて回想するシーンでは、なぜか、RX78 ガンダムのコアファイターらしき姿が見られます。お遊び描写だと思われるものの、ハチの AI は、ガンダムのものがベースになっているのかもしれません。次に、機動戦士ガンダム第 08MS 正体です。まず、前半の主役機、陸戦型ガンダムは、複数機が存在します。シローの機体は、アプサラス2との戦闘で中破し、ヒマラヤで遭難しましたが、その後 EG8 へと回収されました。カレン機は、アッガイに頭部を吹き飛ばされた後、陸戦型ジムのものが代用されることになります。この時友軍からジム頭と呼ばれていますが、カレンは、その呼び名を嫌がっていました。サンダース機は、パイロットのサンダースが、正体潰しの死神という異名で呼ばれていたことに反して、5体満足で、最後のアプサラス3戦まで戦い抜き、その異名を吹き飛ばしました。なお、陸戦型ガンダムは20数機が生産されたと言われており、ブルーディスティニーやスレイブレイスなどのカスタマイズ機として運用されているほか、近年では UC エンゲージにおいて、湿地密林戦使用に電気回収を受けたスライフレイルといった機体へと回収、運用されています。その後は陸戦型ガンダム自体は生産されていないものの、地球連邦のモビルスーツへとつながっていったと思われます。そして、後半主役機のガンダム EG8 です。本機は物語終盤、アプサラス3との交戦の末相打ちとなり、そのまま火山の中へと落下して行方不明となりました。後日談となるラストリゾートでは、登場していたシローとアイナの生存は確認されましたが、機体は跡形もなく消し飛んでいると考えられます。ただし、ゲーム G ジェネレーションギャザービートでは、出自の設定は異なるものの宇宙用として回収されたガンダム EG8 回などが登場していることから、if 設定が豊富なクロスオーバー作品では、今後も新たな回収機が登場する可能性がありそうです。続いて、機動戦士ガンダム 0080 ポケットの中の戦争です。本作の主人公は、アルフレッド・イズルハ、通称アルなので、主役機というと少し語弊がありますが、主役級の機体として、まずアレックスです。こちらは、最後、バーニーのザクツー海との交戦で中破した後、ブッホジャンク社が密かに回収し、トリスタンへと回収が行われ、OVA および漫画、機動戦士ガンダム、トワイライトアクシズの作中で登場しました。なお、漫画版によると、ザクツー海との戦闘で中破したアレックスは、当初修復のため、ルナ2に運び込まれる予定でしたが、直後に一年戦争が終結したため、しばらくルナ2の倉庫にて放置されますが、後にオーガスタ研究所が、強化人間育成用の機体として引き取り、アップデートされながら運用されていきます。そして、最終的に、後にサナリーとなる戦術戦略研究所の手によってトリスタンとして回収されました。また、アレックスと交戦したザクツー海は、ビームサーベルでコックピットを貫かれたので、ミンチよりひどい状態となり大破していますが、機体の下半分は残っていたため連邦軍が回収してデータ収集したか、そのまま破棄されたと思われます。ちなみに、モビルスーツ開発系譜上は、ザクツー海、フリッツヘルム仕様などが存在します。続いて、機動戦士ガンダム、モビルスーツ、イグルーに登場した機体です。本作も、ジオンの試作兵器の試験の様子を描いた作品という特性から、正式に主役機と呼ばれる機体は存在せず、ゼーゴックのような使い捨て兵器も登場します。しかし、主要人物が登場した印象深い機体がいくつか存在します。まず、ツイマット社製モビルスーツ、ズダです。本機は、飛行試験中に、機体強度を超えた加速を見せたことで空中分解を起こし大破するなど、多くの問題を抱えていましたが、当時のジオン製モビルスーツとしては高性能機だったこともあり、開発された4機のうち、残存していた2機は最終決戦アッバオア空港防戦も戦い抜きました。また、ズダの開発で培われた推進機技術を用いて地上用モビルスーツボムが誕生するなど、ツイマット社のモビルスーツ開発に多大な影響を与えた機体となっています。次にヒルドルグです。本作では
連邦軍に鹵獲されたザク2に対して奮戦する様子が描かれています。機体は大破し、ヒルドルブの評価は不採用となったので、量産や正式化はされずに終わりました。しかし、ゲーム、機動戦士ガンダム、バトルオペレーション、コードフェアリーにおいて、ヒルドルブの 30cm 砲は回収され、ドムノーミーデスに再利用されています。また、漫画、機動戦士ガンダム0083、リベリオンでは、駆動部に変形機構を搭載したヒルドルブ回が登場しています。最後に、ビグラングです。登場者のオリバー・マイが、本作の主人公的なポジションであり、パイロットではなく技術士官という立ち位置です。技術屋でありながら、無理やり、試作モビルアーマー、ビグラングのパイロットに任命されて出撃しました。本機は、アバオア空戦で、友軍の脱出路確保のために出撃しますが、最終的に撃破されています。しかし、漫画0083リベリオンでは、ノイエジールを搬入するオリバーが、ラングの起動データの記録が任務と話をしていることから、ジオンの大型モビルアーマーに、その技術は受け継がれているようです。次に、復讐のレクイエムについてです。本作はジオン視点の物語なので、主役機はザク2です。主人公のソラリが、最後まで共に戦い抜いた無識別型ザク2は、ガンダム EX と戦う中、パイロットと分かり合えたと思っていましたが、グフカスタムがとどめを刺して決着がつきました。そのため、その後も無識別型ザク2で戦っていると思われます。ちなみに、ガンダム EX は爆散したわけではないので、もしかしたらジオンが修復して鹵獲機として回収される外伝ストーリーが展開される可能性はあるかもしれません。次に、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーより GP シリーズです。映像作品では登場していませんが、本計画にはガンダム試作0号機が存在します。本機は、現在、魂ウェブで閲覧可能なガンダムシークレットウェポンズファントムバレッツに登場。ジャック・ベアード中尉が登場し、調整中にもかかわらず、ジオン残党の紹介任務へ急遽出撃。最終的に機体は失われました。ただし、漫画0083リベリオンでは、そもそも開発設計自体がお蔵入りになったという設定に変更されています。ガンダム試作1号機とガンダム試作2号機に関しては、両機の激しい戦闘の末相打ちとなり大破しました。また、ガーベラテトラとしてシーマ艦隊に配備されたガンダム試作4号機も、試作3号機デンドロビウムとの戦闘で大破しました。そして、デンドロビウムも、ノイエジールとの戦闘で大破。機体の核となるステイメンは生還していますが、ベラーズ紛争後、GP 計画が抹消となったため、本機も、その存在を闇に葬られました。しかし、抹消されたはずの技術がいくらでも広がるこの世界。試作3号機の技術はいつの間にか流出しており、漫画機動戦士ガンダムバルプルギスのデルフィニウムや機動戦士ガンダムトワイライトアクシズにて活躍するクレベナールなど、デンドロビウムのデータを元にしたモビルスーツが複数機開発されています。なお、デンドロビウムには量産計画もあったとされており、雑誌ゲームヤザの紙面上ゲーム機動戦士ガンダム G ストラテジーではデンドロビウム2も登場しています。ちなみにナラティブガンダム A 装備は書籍モビルスーツバイブル63号によると、その発想はアームドベースに近いとされているので、デンドロビウムのアームドベースオーキスの流れを組んでいる可能性がありますが、特に開発系譜でつながっているかは不明のようです。また GP シリーズにはエンゲージゼロと呼ばれるガンダム開発試験0番機が存在します。本機もベラーズ紛争後にその存在が抹消されますが、オーガスタ研究所にフレームと稼働データが極秘裏に移管され、サイコミ稼働試験機としてインコム搭載型へと改修。本機のデータが後のインコム開発の礎となっていきます。抹消という言葉は人気次第で容易にその意味を変えるようです。なお、エンゲージゼロは最終的にレモラファンネルを搭載したエンゲージゼロ4ファビンに改修されました。パイロットであるペッシェモンターニュのオリジナルセリーヌロムとの戦いで大破していますが、宇宙世紀 0090 代のネオジオンのモビルスーツにその技術が受け継がれていると思われます。続いて機動戦士ゼータガンダムと機動戦士ガンダムダブルゼータで活躍した機体のその後について見ていきたいと思います。まずガンダムマーク2です。機動戦士ゼータガンダムの後半ではエマシーンが登場して戦いました。エマはグリプス戦役で戦死しますが、
ガンダムマーク2は修復され、その後も引き続きヤーガマに配備されます。そして機動戦士ガンダムダブルゼータでは主にエルビアンノが登場していきました。しかし終盤のクインマンサ戦で中破し、エルが脱出したため機体はアクシズに放棄されました。アニメ版でのガンダムマーク2登場はここまででしたが、機動戦士ガンダムユニコーンエピソード EX2 死期の期間ではメガラニカに身を隠すバナージの登場機として描かれました。作者の玉越博之氏はツイッターにて、本機は心臓ではなくサイド3に残っていた機体を運用しているようですと補足されているため、バナージ登場機はアクシズに残された L 登場機を入手して回収したと考えて良さそうです。なお漫画機動戦士ガンダム MSVR ジョニー・ライデンの期間では、次世代機開発用としてアナハイムエレクトロニクスに送られたガンダムマーク21号機を解析して新造されたバース機体専用ガンダムマーク2が登場しています。次に主役機ではありませんが、全編を通して活躍した百式です。機動戦士ゼータガンダムではクワトロ・バジーナが登場し、ハマーンのカルキュベレイとの戦闘の後に大破、宇宙空間に放棄されました。その後ガンダムダブルゼータでは2号機が登場し、主にビーチャオーレンが登場して戦い、最終的には無傷で終戦を迎えました。しかし本機は戦後ガンダムタイプの機体を恐れた連邦軍上層部によって回収封印されることになったので、解体されたと考えるのが良さそうです。次にゼータガンダムです。本機はゼータガンダム後半からカミーユの愛機として登場してグリプス戦役を戦い抜き、ガンダムダブルゼータではジュドーアーシタが登場し、ジュドーがダブルゼータガンダムに乗るようになってはルールカが運用し、クインマンサ戦まで戦い抜きました。しかしマーク2同様クインマンサ戦で中破したことでアクシズ内部に放棄されます。その後は連邦軍によって回収され、百式と同じく軍上層部に封印されることとなりました。そのため小説版逆襲のシャアではアムロがゼータガンダムと百式の再配備を要求するも一向に受理されない様子が描かれています。次にダブルゼータガンダムです。本機はハマーンとの最終決戦で下半身に当たる B パーツが失われますが、なんとか上半身だけ撃倒。その後はジュピトリスに搬入され、ジュドーと共に木星圏へと旅立ちました。その後の活躍は短編 OVA ガンダムイボルブで描かれており、リーナーシタからプレゼントとして新しい B パーツが届けられたことで本来の性能を取り戻しています。それから幾度も修復と改修を繰り返して運用されたようで、ダブルゼータから約50年以上先となる機動戦士ビクトリーガンダムプロジェクトエクソダスではガンプとして登場しました。ただし各種媒体ではガンプとそのパイロットグレイストークはダブルゼータガンダムとジュドーにしか見えない様子で描かれているものの、公式設定上は同一と目されているという言葉にとどまっていて、同一と断定することはできないようです。続いて機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場した機体です。まず冒頭でアムロが登場していたリガズイは最終的にチェーンが登場するもハサウェイによって撃墜されました。リガズイは量産化を目指したもののコストダウンができなかったので、試作の1機しか作られなかったという設定がもともとはあったので、出番はそこで終わりのはずでしたが、人気の高さがゆえか機動戦士ガンダムユニコーンではラーカイランにしれっと格納されている姿が描かれました。さらにメタクエストで発売予定の映像作品機動戦士ガンダム銀海の幻影ではリガズリー・アージェントキール仕様が登場予定となっています。こちらの設定では第2次ネオジオン戦争後に技術検証用として複数機製造されたリガズイの一体をアージェントキールが入手し独自回収した機体とされています。ということは逆襲のシャアで登場したリガズイは爆散して失われたものの、その後複数機が密かに製造されたという設定に変化していると思われます。確かにこれであればガンダムユニコーンに登場したリガズイやアージェントキール仕様が存在してもおかしくありません。ガンダムユニコーン2が出た際にはまた新たなるリガズイの姿が見れる可能性もありそうです。またアムロ最後の登場機となったニューガンダムですが、こちらはアクシズショックで行方不明となった後の動向に関しては一切明かされていません。摩擦熱で燃え尽きたのか、それとも宇宙の彼方へと旅立ったのか、未だ謎に包まれています。しかし一方でアムロ生涯のライバルである
シャア・アズナブル最後の登場機となったサザビーは、ニューガンダムとの殴り合い空の末にコックピットブロックを放出したため、本体はアクシズ表面に放棄されました。そして、逆襲のシャアから3年後を描いたトワイライトアクシズの作中で、アルレット・アルマージュがアクシズ表面に放棄されたサザビーを見つけ出しています。なお、トワイライトアクシズでは、アルレットに加え、彼女と共に行動するもう一人の主人公、ダントン・ハイレッグがいます。劇中の最終戦では、ダントンは、アクシズ内に残存していたアール・ジャジャに登場。アルレットは、最終戦でアハダージールに登場して戦っていました。2機とも中破しますが、最後は、サイコフレームの光によってフェルモ兄弟と和解したことから戦闘は中断され、その後は2人とも平和に暮らしている様子が描かれているので、機体はそのまま破棄されたと思われます。次に、機動戦士ガンダムユニコーンより、ユニコーンガンダムです。本機は物語完結まで残存しますが、人知を超えた力を持つ技術的得意点、シンギュラリティ1として危険視されたため、2号機のバンシーと共に封印されており、機動戦士ガンダムナラティブの作中では、その封印された様子を見ることができます。しかし、封印といっても、各部がテープ止めされているだけのようにしか見えないため、続編として計画されているガンダムユニコーン2で、再び起動することがあるかもしれません。なお、ゲーム UC エンゲージでは、宇宙世紀のクロスオーバームービーとして、F91 や V2 ガンダムと共に戦う新武装のユニコーンガンダムが描かれています。あくまでクロスオーバーではありますが、時代的には宇宙世紀0150代となります。しかし、それでも十分な活躍を見せていることから、ネット界隈ではユニコーンが戦えているのがおかしいと言われることもあります。続いて、機動戦士ガンダムナラティブから、ナラティブガンダムとユニコーンガンダム3号機フェネックスです。まず、主人公ヨナバシュタが狩るナラティブガンダムに関しては、作中のネオジオング2との交戦の末に大破しました。ナラティブガンダムは、そもそも出来損ないの試作機だったため、開発系譜上はニューガンダムなどにつながっていくことになります。また、ヨナはフェネックスに乗り換えますが、フェネックスが戦いが終わった後、ヨナを置き去りにし、宇宙のどこかへと旅立っていきました。こちらもガンダムユニコーン2で登場する可能性がありそうです。なお、G のレコンギスタ、From the Past to the Future では、ヘルメスのバラの設計図に存在するフェネックスのデータをもとに復元された G フェネックスが登場しています。続いて、機動戦士ガンダムサンダーボルトから第1部の主役機体となるフルアーマーガンダムです。本機は、ダリル・ローレンツが登場するサイコザクとの激しい交戦の末中破し、ジオン軍に鹵獲されました。その後はクライバー将軍によって回収されますが、ダリルの提案により、パーツがサイコザクマーク2に使用され、パーフェクトガンダムとして生まれ変わりました。本作のアニメ版は、南洋同盟との戦いの中盤までしか描かれていませんが、漫画版では、パーフェクトガンダムにダリルが登場して戦いを繰り広げています。なお対するイオは、まさかのパーフェクトジオングに登場して戦いを繰り広げています。先日発売されたばかりの最新号では、表紙でラストシューティングが描かれており、いよいよ、2人の戦いに決着がつく時が迫ってきました。次に、サンダーボルト第2部におけるイオの愛機、アトラスガンダムです。本機は、タール火山攻略戦まで戦い抜き、第3部では、イオがジオングに乗り換えたため、ビアンカ・カーライルの愛機として宇宙でも運用されています。本機は南洋同盟に鹵獲されたので、もし物語が、ソーラレイ戦のさらに先まで続くことになるのであれば、サイコアトラスガンダムが登場するという展開もあるのかもしれません。次に、機動戦士ガンダム先行のハサウェイからクシーガンダムです。アニメ版はまだ第1部しか公開されていませんが、原作小説では本機は作中終盤のアデレードの閣僚会議襲撃にてペーネロペーと激しい戦闘を繰り広げた先にビームバリアのトラップにかかったことで合同不能となります。そしてクシーは連邦軍に接収されますが、その後の行方に関しては明かされていません。ペーネロペーも戦闘後に無事帰還しますが、クシーと同じく後年どのように連邦内で扱われたのか不明となっています。なお、クシーやペーネロペーはミノフスキークラフトを搭載した第5世代と呼ばれるモビルスーツ群ですが、次の第5世代機としては小説ガイアギアでゾーリンソウルというモビルスーツが登場しています。ただ世界観はつながっているものの、クシーやペーネロペーとの関連性は不明です。次に、
機動戦士ガンダム F91 よりガンダム F91 です。本機は作中でラフレシアとの戦闘の末中破しました。その後のシーブック登場機の行方は描かれていませんが、本機にはシーブックの母モニカが関与していることや、機動戦士クロスボーンガンダムでは F91 とともにシーブックが写る写真があることを考慮すると、鉄仮面との戦いの後、コスモバビロニア建国戦争終結までしばらくは修復された F91 で戦っていると考えられそうです。なお、漫画機動戦士クロスボーンガンダムでは改良された量産型 F91 が登場し、連邦軍の第一線に当てられています。続いて機動戦士ビクトリーガンダムからビクトリーガンダムと V2 ガンダムについてです。両機とも作品を通して残存し、最後は主人公ウッソエビンの故郷化されるやにて投棄されている様子が確認できます。なお、小説版では V2 ガンダムではなくセカンド V で最終戦を行っていますが、最後はトップコアファイターとエンジェルハイローのリングで着陸しているというところまでが描かれているため、アニメ小説ともに機体の残骸が投棄されていると思われます。その後については明かされていませんが、宇宙世紀 O223 を描いた映像作品 G セイバーにてエンジェルハイローの残骸がそのまま放置されているのが確認されていることから、機体も同じく投棄されたままとなっているかもしれません。なお、アニメではありませんが G セイバーでは地球と宇宙のどちらの勢力にも属さないイルミナーティの一員として主人公マーク・カランが G セイバーに登場して戦っており、最後は生還していました。その後に関してはゲーム G セイバーの中で大破し G サードセイバーに回収されて戦いを繰り広げています。この辺りの時代の物語はあまり描かれていないので UC NEXT100 で追加されていくのを期待したいところです。2. 機動武闘伝 G ガンダム。続いてアナザーシリーズ主役機のその後について見ていきたいと思います。まず機動武闘伝 G ガンダムからシャイニングガンダムとゴッドガンダムです。前半の主役機シャイニングですが、ディアナ高地での戦いの末中破。その後後継機となるゴッドガンダムにデータを転送した後、ディアナ高地に放棄されました。 G ガンダム後期オープニングでは制作陣の方々が忘れないでほしいという願いを込めてオープニングに描かれたと言われている放棄されたままのシャイニングガンダムの姿が確認できます。なお、フォトストーリー機動武闘伝外伝ではゾンビシャイニングと呼ばれる機体が登場します。ディアナ高地でドモンに倒されたデビルガンダムを回収しようとする機動人軍の前に現れた機体で、残されたドモンのシャイニングガンダムに DG 細胞が取り付いた姿とされています。また機動武闘伝外伝2ではゾンビシャイニングが進化した姿であるゾンビシャイニング最終形態デビルシャイニングガンダムも登場しました。と、このようにアニメ本編で感動のラストを飾ったシャイニングガンダムのあらぬ姿に衝撃を覚えた方も多いかと思います。しかし本作の最終回が描かれたコミックボンボン1996年4月号では機動武闘伝外伝2ガイドといういわゆる補足説明のページが存在します。こちらでは同作で機動人軍のパイロットたちを救ったモヒカンガンダムのパイロットヒューイ・コロスがゾンビシャイニングについての真実を語っており、その内容によると、実はゾンビシャイニングは DG 細胞がディアナ高地に乗り捨てられたシャイニングガンダムの機体データをコピーした機体でデスアーミーに近い存在ということが明かされています。つまりゾンビシャイニングはドモンのシャイニングとは別物ということになります。機動武闘伝外伝の時点ではドモンのシャイニングとされているにもかかわらず、外伝2の最後でこのような補足が入っているということは、もしかするとドモンのシャイニングのあらぬ姿に衝撃を受けた読者からの意見が殺到したので、このような補足を入れたという可能性もありそうですが、いずれにせよゾンビシャイニングはドモンのシャイニングとは別機体と考えて良さそうです。ゴッドガンダムに関してはデビルガンダムと戦い全世界へ中継される中、一世一代のプロポーズを決めたドモンが帰還を果たしました。テレビ版ではそこで物語は終わりましたが、コミックボンボンで描かれた漫画機動武闘伝 G ガンダム外伝ザ・ネクストジェネレーションにて第14回ガンダムファイトのネオジャパン代表としてドモンの一番弟子ユーゴ鏡がゴッドの後継機となるハイパーゴッドガンダムに登場し戦いを繰り広げています。また公式サイトで展開されている G ガンダム30周年外伝ではテレビ版最終回の後 DG ダストが地球各地を汚染してしまったため12年もの間
ガンダムファイト自体が中止されていて、第14回ガンダムファイトはまだ行われていません。本作では、ドモンがゴッドガンダムセカンドを借り、ある目的のためウォンに付き添っています。最後には、まさに驚天動地としか言えないとんでもない結末が待ち受けていて最高に面白いので、まだの方はぜひ公式サイトで読んでみてください。3. 新機動戦機ガンダムウィング。まず前半の主役機ウィングガンダムです。作中前半では高い性能を誇る機体として戦ってきましたが、ビルゴ部隊の前に苦戦を強いられ、ヒーローは機体を放棄しました。そこで役目を終えたかと思われましたが、終盤にレディアンが乗って宇宙に駆けつけ、リーブラ砲をその身に受けようとするトレーズを救います。ここでほぼ全身を失い、その役目を終えました。次に後半の主役機となったウィングガンダムゼロです。エピオンとの戦いの後、リーブラの破片が地球へ落下するのを阻止し、無事帰還を果たします。その後、続編となるエンドレスワルツにつながっていきますが、ナタクとの戦いでダメージが蓄積した状態でのバスターライフル3連射に機体が耐えられず爆散しました。このテレビ版本編からエンドレスワルツまでの空白の1年については、漫画新機動戦機ガンダムウィングバトルフィールド・オブ・パシフィストで描かれています。本作では強力な兵器を求める者たちとの戦いを通じて、ガンダムがあるからこそ戦争が繰り返されると感じたウルフェ以外のガンダムパイロットたちがガンダムを廃棄資源衛星に乗せて太陽へ送ることを決断するまで、そしてウーフェイがエンドレスワルツで敵になる理由が描かれています。なお、ライバル機となるガンダムエピオンはアニメ本編で爆炎に飲み込まれ消息不明となりますが、続編となるフローズンティアドロップではゼクスマーキスの旧友エルブ・オネゲルに託されたことが明かされました。その後エルブが暗殺された際にラグナリン共和国に回収され、その回収機がゼクスマーキス上級特佐によって運用されています。一方、ウィングゼロは爆散しましたが、同作ではスノーホワイトという新型機が登場しています。外観は不明なものの、ウィングガンダムプロトゼロを再建造した機体とされていて、さらに、ウィングガンダムスノーホワイトプレリュードが、名前からして、スノーホワイトの前身機と思われるため、スノーホワイトの外観は、プロトゼロとスノーホワイトプレリュードを掛け合わせたものに近いと考えられそうです。他にはブラックウィングと呼ばれるウィングゼロエンドレスワルツ版にコウモリの羽状のパーツを追加した機体も登場しました。ただ本機の開発経緯は語られていないので、同型機かどうかは不明となっています。またガンダムイボルブ $7 では表舞台から姿を消したヒーローが軌道上に建造されたコロニー型キャノン破壊の任務を受ける姿が描かれています。ここでは回収し修復されていたウィングゼロを発見し、本機で戦いを繰り広げています。本作でのウィングゼロは回収し修復されたとされていることから、時間軸としてはイブ王終結後かマリーメイヤの反乱後どちらかになるはずですが、マリーメイヤ戦の後だとガンダムがなくなった世界という話と噛み合わなくなってしまうからか、いつの物語なのか具体的にはされていません。なお、フローズンティアドロップの後書きで著者の住沢克之氏から、私は本作が続編とは言っていない、角川さんがキャッチフレーズとして考え出してくれたものと語られています。当初テレビと同じ時系列でモビルスーツデザインだけが異なる作品として展開されたエンドレスワルツ、そしてその後の物語であるフローズンティアドロップ、パラレルとして見るか同じ時系列として見るかは私たち視聴者次第ということなのかもしれません。4. 機動新世紀ガンダム X。 まず前半主役機のガンダム X です。中盤ではベルティゴとの戦いで中破してガンダム X リバイダーに回収を受けました。その後ガロードはガンダム WX に登場することになったため、ジャミルの愛機として終戦まで戦い抜いています。後半主役機のガンダム WX に関しては、最終戦でガンダムバサーゴチェストブレイクとアシュタロンハーミットクラブとのサテライトキャノン撃ち合いによって大破して、そのまま宇宙に放棄されている様子が描かれています。しかし、ガンダム X リバイダーが生還したことから、本編の後日談となる漫画あなたと一緒ならで、サテライトキャノン搭載機として回収され、3号機という扱いで登場しています。アニメ最終戦で、マイクロウェーブ送電施設は破壊されたため、使えないサテライトキャノンを搭載している理由がよくわかりませんが、深く考えてはいけなさそうです。また、
漫画機動新世紀ガンダム X アンダーザムーンライトでは、本編の9年後の世界においてガンダム X が登場しました。もともとガンダム X は3機が製造されていますが、こちらが何号機なのかは明かされていません。そのためガロード機と同一なのか、それともガンダム WX への移植元の機体が修理されたのか、それとも明かされていないもう一つのガンダム X なのかは不明です。しかし同作で登場しているレオタルドにはキッド・サルサミルが独自に作り出した逆部セパレートミサイルポッドが搭載されているので、もしかするとガロード機の可能性もあるのかもしれません。5. 単影ガンダム。本作の主役機である単影ガンダムとライバル機である単 X は激しい一騎打ちの末相打ちとなった後に月光町が作り出した繭に包まれ眠りにつくというラストを迎えました。本作のその後は描かれておらず、2機とも封印されたままと思われますが、逆に封印が解かれてしまうと月光町で文明全てが崩壊する危機が訪れる可能性が高いことから、もしその後が描かれるとしたら既存のガンダム作品という枠全てを壊してその次へ行く時になるかもしれません。6. 機動戦士ガンダムシードシリーズ。まず主人公キラヤマトが前期で登場したストライクです。本期は最終決戦となる第2次ヤキンドゥエ攻防戦にてローエングリンをシールドで受け止めてアークエンジェルをかばい爆散、機体は失われました。しかし高い戦果を残したことからその後アクタイオンプロジェクトにて再生産され、ノワールストライカーを装備したストライクノワールが運用されています。また後半主役機フリーダムはヤキンドゥエ攻防戦で大破しますが、戦後修復され続編のシードデスティニーでも登場しました。しかし中盤でインパルスとの戦闘により大破、爆発したことで機体は失われました。またアスランザラが登場したジャスティスもヤキンドゥエ攻防戦にてジェネシスを破壊するため内部で核爆発させたため失われています。続いて機動戦士ガンダムシードデスティニーの機体についてです。まず新アスカの前半登場機となるインパルスはフリーダムの死闘で勝利した側にもかかわらず、フリーダムの爆発の影響からかボロボロに損傷しました。しかしパーツ交換を前提とした機体だからか、シンがデスティニーに乗り換えた後はルナマリアホークの愛機として活躍します。その後シンの後半登場機となったデスティニーともどもアスランのインフィニットジャスティスとの交戦により重破、最後は月面で佇む様子が描かれていました。そして劇場版シードフリーダムではオーブで回収を受け、インパルススペック2とデスティニースペック2として登場。インパルスはルナマリアがファウンデーション軍やアグネスのギャンシュトロームとの戦いを繰り広げ無事生還しました。デスティニーは分身のやり方を見せつけてブラックナイツを圧倒。さらにゼウスシルエット装備でレクイエムを破壊し同じく生還しています。一方ストライクフリーダムとインフィニットジャスティス、そして暁はシードデスティニーでは無傷で終わりました。暁は元若狩りの機体なのでオーブに変換されましたが、シードフリーダムでは再びムーが登場。まさかのレクイエムを跳ね返すという離れ技を見せつけています。ストライクフリーダムとインフィニットジャスティスはしばらく戦争の抑止力としてラックス陣営が使用していたと思われますが、ストライクフリーダムは何者かに強奪されてしまいブラックナイトによって撃破され、ストライクフリーダム錦へと回収。インフィニットジャスティスは経緯は不明なものの同じく錦へと回収された上でズゴックという外装を装着して運用されることになりました。映画前半ではキラは新型機のライジングフリーダムに登場。シンはイモータルジャスティスに登場して戦っていましたが2機とも撃墜されてしまいました。そして最終的にストライクフリーダム錦はマイティストライクフリーダムになり、ブラックナイトスコードカルラを撃墜した後地球へと降り立ちました。小説版ではキラとラクスがその後引退しているのでオーブで秘匿されていると思われます。一方インフィニットジャスティス錦は小説版でアスランが活動を続ける様子が描かれていることからアスランの上記として運用され続けていると思われます。続いて機動戦士ガンダムシードコズミックイラ73スターゲイザーに登場したストライクノワールとスターゲイザーについてです。両機は劇中での激しい戦闘の末スターゲイザーの推進システムにより金星圏まで離脱。その際スターゲイザーの加速に耐えられなかったストライクノワールが大破し、最後は
スターゲイザーへエネルギー供給を行ってから放棄されています。OVA 版でスターゲイザーは地球への帰路に着いた後どうなったか描かれていませんが、漫画版では無事地球圏へ帰還し、スウェンともども DSSD で星を目指すという目標を持っていることから、スウェンをパイロットにするスターゲイザーの新型機を開発して惑星探査に乗り出していくと考えられます。7. 機動戦士ガンダム 00。 まずファーストシーズンでの刹那登場機であるエクシアはアルバーロンなどとの戦闘で大破しましたが、刹那の手でエクシアリペアへと修復され、セカンドシーズン1話に登場します。ここで再び大破し、刹那は00ガンダムに乗ることになっていきますが、エクシア自体はソレスタルビーイングによってエクシアリペア2へと回収されました。そしてセカンドシーズン最終戦で00ライザーとリボーンズガンダムが激闘の末に大破した後、刹那とリボンズとの一騎打ちの際に投入されますが、この戦闘で再び中破しました。アニメ上エクシアの出番はここまでとなりますが、機動戦士ガンダム 00V 戦記ではその後の物語としてエクシアリペア3へと回収され、地上での武力介入で使われたとされています。一方00ライザーはリボーンズガンダムとの死闘の後 GN ドライブが失われましたが、修復されて主に00ガンダム7ソードスラッシュ G として宇宙で運用されています。また劇場版機動戦士ガンダム 00 アウェイキニングオブザトレイルブレイザーでは、刹那は冒頭は00ライザーで出撃しますが、エルスに取り込まれセラビーガンダム2の自爆とともに消失しました。また後半では00クアンタで出撃していましたが、最後はエルスの母星へと旅立ちました。そこでエクシアはリペア4へと回収され、刹那の代わりにガンダムマイスターとなったグラハム・エイカーが登場し、グラハムガンダムとして活躍していくことになります。また50年後、刹那以外のガンダムマイスターがどうなったのかは分かりませんが、刹那はエルスと同化したエルスクアンタに登場して帰還する様子が描かれ、物語はそこで終わっています。この先は描かれていませんが、もし戦いが起きればエルスクアンタで戦う姿が見れると考えられそうです。8. 機動戦士ガンダムエイジ。本作は親子3世代で100年戦争を描いた物語になっていて、主役機としてはガンダムエイジ1、エイジ2、エイジ3、エイジ FX の4機が存在します。最終決戦の時点ではエイジ1はフルグランサ、エイジ2はダークハウンド、エイジ3はエイジ FX へと回収されており、連邦軍とベイガンの最終決戦まで戦い抜き3機とも帰還を果たしました。なお小説版ではエイジ3とエイジ FX は別機体なので描写はないものの、エイジ3も残存していると思われます。最終話ではベイガンとの最終決戦から37年後の世界でフリット・アスノの銅像が建てられており、アセムとキヨが地球は元気になったと話をしていることから、ガンダムが抑止力として存在している可能性はありそうなものの、本作の戦争の原因だった火星のベイガンとの確執がなくなったということで、兵器が不要な平和な世界になっているのかもしれません。ちなみに機動戦士ガンダムエイジのモビルスーツバリエーションエグザログでは、本作の世界でかつて活躍した救世主ガンダムを再現した機体ザ・ガンダムが作られました。ガンダム記念館の研究員たちが再現作業を行っているということなので、ガンダムエイジシリーズも機体によってはガンダム記念館に保管されていると考えられそうです。9. G のレコンギスタ。本作の主役機体 G セルフは最終戦でカバカーリーとの死闘の先にバックパックと脚部バッテリーを破壊され、ベルリセナムがコアファイターで脱出しました。その後 G セルフがどうなったかは描かれていませんが、ベルリは世界の旅に出ており、そこにモビルスーツは映っていないため G セルフはそのまま放棄されたと思われます。10. 機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ。本作の最終主役機ガンダムバルバトスルプスレックスは三日月の力も相まって圧倒的戦闘力を発揮していました。しかし最後は仲間の退路を確保するためグシオン・リベイク・フルシティと共におとり役を務めます。まさに無双ともいえる強さを誇りますが、最終的に衛星軌道上からのダインスレイブによる攻撃で両機とも大破。ほとんど機能停止状態となりますが、2人とも命尽きるまで戦い続けました。最後は頭部を切り落とされ鉄火団が壊滅したため、その後は描かれていません。ただ
バエルが回収されて再び封印されていることを踏まえると、もしかしたら実は修復して格納されているという設定が後から追加される可能性もありそうです。本作のラストの表現の仕方は各所で賛否両論いろいろと言われますが、作品人気の高さからかウルズハントのアニメ化も決まっているので、そちらに期待したいところです。11、機動戦士ガンダム水星の魔女。本作の主役機は終盤までガンダムエアリアルとなります。しかしエアリアルは主役機でありながら、2期の終盤ではラスボスとして主人公スレッタ・マーキュリーの前に立ちふさがっており、最終的にスレッタはまさしく魔女の放棄らしい武器を持つキャリバーンに登場しました。エアリアルは大出力ビームからクワイエットゼロを守ったことで大破しますが、エスカッシャンをキャリバーンに装備させて力を貸しました。そしてガンダムたちの力で惑星間レーザー送電システムを停止させた後は、キャリバーンとともにパーメット粒子へと分解され消失しました。なおこの時他のガンダムタイプであるシュバルゼッテやファラクトも失われていますが、この場に居合わせなかったルブリスールとソーンに関しては現存している可能性がありそうです。本作の最後には3年後の世界が描かれていますが、戦争がなくなったわけではないことから、ガンダムが全て失われたとは考えにくく、ガンダムルブリスールやソーンも消滅していないことも踏まえると、再び戦争が起きてガンダムが作られていく可能性がありそうです。ということで以上、ガンダムアニメ作品の主役機体のその後に関するまとめでした。こうして主役機のその後について振り返ってみると、まともに残存している機体の方が圧倒的に少ないことがわかります。作品の顔ともいえる存在が失われる最後は衝撃的ですが、兵器であるガンダムが失われることこそ平和が訪れた証でもあるため、例外はあれどガンダムの消失をもって作品が完成すると解釈することもできるのではないでしょうか。ちなみにビルドシリーズの場合、ガンプラの楽しさを知って新たなガンプラを作る方向になる印象があり、ビルドメタバースではビルド4作品の主役ガンプラの新型機が登場しています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。